でそして次のね2番目の住民税、これもね結構でかいです。これ住民税の場所はあなたの住んでいる、パブリックオフィスですね。これは合わせて市区町村ってありますけど、言うんですけどね、市役所とか区役所とかありますよね。そこのホームページで、調べれるか聞くと分かりますね。住民税、これ住民税は気をつけてほしいのは、例えば今2024年ですよね。もしあなたが2024年の2月に日本に来た時、住民税は払いません、ね。なぜなら住民税の、計算カリキュレートは前の年なんですね。2023年の1月1日から12月31日のあなたの、1年間のインカム、アニュアルインカムを計算して、市区町村が見て、あなた住民税いくらですよって言います、ね。でこの住民税がもし SSW のファーストイヤーね、1年目、今年日本に来ましたという人は、来年払います。だから今年来た人は来年住民税を払います。だいたいその金額はね、1年間のお金によって違うんですけど、多分ほとんどの SSW のワーカーの人はだいたい300万ぐらいだと思います。年収ね、300万ぐらいだと思います。だいたい SSW の人は1年間で300万ぐらい給料もらってるので、その人の住民税はねだいたい20万円ぐらいです。まあ正確に言うと18万円ぐらいなんですけど、まあちょっと多めに言っといた方がいいかなと思ってるんですね。20万円ぐらいね、もし今年初めて SSW で働いている人は来年18万円、1年間ね、1年間です。1年間で18万円の住民税を払います。これ払わないといけません、ね。逃げられません、これは。そこでね気をつけてほしいのは、今年会社でも自分でも住民税払ってないから、来年も大丈夫だな、違います、ね。来年は払います。絶対払います、ね。これはもう逃げられませんから。逃げられませんし、もし払わなかったらかなり痛い目見ます。気をつけてください。例えばもし払わなかったら、住民税 If you don't pay this、 もしこれをねあなたが払わなかったら結構大変なことになります。これ本当に気をつけてほしいので何度も言いますけど、日本人の人だったら分かるんですね。もし払わなかったら、なんつうんですかね、簡単に言うと利子がついちゃいます。これ結構難しいので Google トランスレーションでうまく出るか分かんないんですけど、重加算税というんですね。英語で言ったらHeavy Additional Tax、 Heavy additional tax. Heavy additional tax. タックスがねついちゃいます。タガログ語だったら何でしょうね。Mabigat na karagdagang buwis. Mabigat na karagdagang buwis. ミャンマーの人と、あと多分フィリピンの人も多分ほとんどの人が入るんじゃないかなと思います。それ最後に言うので、先に言いたいんですけど、ここまでの説明をね全部分かってないと多分理解できないんですよね。
Mabigat na karagdagang buwis. 4番 Chilito tasaw ako. Chilito tasaw ako. そしてインドネシア Pajak tambahan yang besar. Pajak tambahan yang besar. はいね、つまりね、あなたの住民税が、多分18万円ぐらい1年間なんですけど、これ払わなきゃ1年ぐらい 1,2 年ぐらい払わないと、2年ぐらい2年ぐらい払わないとね、重加算税、つまりアディショナルタックスがついて、180万ぐらいになりますだいたい10倍ぐらいになっちゃいます。これ本当に気をつけてください、これ私の話でね、これ本当にあった話でびっくりしたんですけどね、私ね2009年から2011年まで韓国で日本語教師していました、ね、で2009年の、11月だったんですよ。で住民税って4回払うんですね。だから私も同じでしたね。サラリーマンだったので18万円ぐらいの住民税をだいたい4回で払うんですよ。だからだいたい3、4、12、4、16、まあだいたいね4万ちょっとぐらいだったですね。まあ4万を4回で、まあ16なんですけど、4万ちょっとなんですけどね。で最後の1回目2回目3回目はこれ全部払ったんですよ。で最後の4回目のその時はね最後だったら4万もっと少なかったかな、12万ぐらいだったかな。なんかね3万ぐらい残ってたんですね。3万でした、失礼、3万ぐらい残ってたんですよ。でその住民税を払うのを忘れて韓国行っちゃったんですね。で韓国行く時に日本にいると税金かかるので、日本の住所を韓国に、したんですね。日本から私韓国に住んでますよって日本に行ったんですよ。なので税金払わないでいいんですけど、この最後の4回目を払うの忘れて2年間韓国にいたんですよ。で戻ってきました、日本に。でそしたらね住民税の手紙が来ました。あなたこの3万円払ってないですよってね。アディショナルペイメントタックス入れて、25万円払ってくださいって。びっくりしたんですね。25万円と思って。3万円だったんですけど2年間ね何にもしないで、まあ忘れてたんですけど払わないでほっといたら25万円になっちゃったんですよ。まあしょうがないから払いましたけど、父親にねお金借りて払いましたけど、だから絶対払ってください。でこの住民税の、払い方は2つあります。会社が払うかあなたが自分で払うかです。この2つです、ね、それ会社に確認してください。2年目の時はね2つのタイプがあって会社によって違います、全部 SSW は同じじゃないのでね、会社によって違いますから、自分で確認してください。これは本当に大事な話です、住民税はね、だってしかもね支払うタイミングがちょうどこの5月ぐらいなんですよ。5月か6月ぐらいに住民税の手紙が来ます、ね、あなたの住民税ははい、18万円です、はい払ってください、ね、払えなくても私は知りませんみたいな感じ。国なのでね結構大変です、払わないと、だからそれも考えて今はお金貯めといてくださいね